こんにちは、はるしかです。前回のルームツアーの動画でも話した通り、2人暮らしを始めたことがきっかけで PC デスクを変更しました。ということで今回はですね、僕の新しいデスク周りの紹介と配線整理にはかなり気を使ったので、その方法について紹介したいと思います。まずは僕と彼女でお揃いの新しいデスクについて紹介します。デスクは IKEA のトロッテンというオフィス向けシリーズの横幅が120センチ、奥行きが60センチのデスクです。このデスクを選んだポイントは4つあります。まず1つは大前提として白いということですね。個人的に白が好きで家具も白系統の色で統一をしています。デスクを選ぶ上でも絶対に外せないポイントでした。2つ目は設置スペースに横幅と奥行きがちょうどいいということですね。リビングに置いているんですが、2つ合わせた横幅は最大でも250センチが限界で、かつデスクの後ろにはソファーがありまして、奥行きが長すぎてもスペース的に窮屈になってしまうので、そんな条件の中で可能な限り大きいものをと考えると、横幅120センチ、奥行き60センチの ×2 台がベストでした。3つ目は値段の割に作りがしっかりしているということですね。このデスクの値段は8990円で IKEA なだけあって安いんですけれども、にもかかわらず十分な強度ですとか安定感があります。まず安いデスクにありがちな4本足ではなく、足が逆三角形の形になっていますので、安定感がありぐらつきを感じることはありません。また天板の裏には中央を横切る形でスチール製の骨組みが通っているので、ディスプレイの重さで天板がたわんでしまうっていうような心配もありません。自分で組み立てる手間ですとか労力はかかるんですけれども、このクオリティでこの値段はコスパ的にもかなり優れていると思います。4つ目は配線整理がしやすいということですね。この点に関しては動画の後半で詳しくお伝えしようと思います。続いてこちらも2人でお揃いの椅子について紹介します。これまでの動画でも紹介したことがあるんですが、伊藤家のバーテブラ03という椅子です。柴田文江さんという方がプロダクトデザインをされている椅子で、このワークチェアっぽくないデザインが気に入って購入しました。この椅子のデザインや佇まいは家のリビングにあっても周りの雰囲気と不協和音を出すことなく、インテリアの一部として馴染んでくれているなというふうに感じます。続いては自分のデスク周りにあるアイテムを紹介していきます。まずはデスクの右下にある一番の主役から紹介します。これは自作した Windows のデスクトップ PC です。CPU は Ryzen 7 3700X、GPU は RTX 2060 Super、メインストレージは M.2 規格の 512GB とちょっと専門用語が並んでしまったんですけれども、というのが主な構成で、なおかつ大容量のハードディスクを2台備えていますので、データの保管場所としても活用しています。ちなみにケースは定番の NZXT の H510 で、中身が見えるのが好きではないので、ガラス面はマスキングテープで覆っています。デスクトップ PC の上には iPad mini の第6世代と MOBO というブランドのワイヤレス折りたたみキーボードをノート PC 用のスタンドに立てて収納してあります。ここを定位置にしている理由としては、デスクの右側に充電用のケーブルを配線していて充電しやすいという単純な理由ですね。この iPad mini 6は割と最近購入したんですけれども、電子書籍を読むのはもちろん、外出先で動画を見たり、または文章を書いたりとコンパクトで持ち出しやすい点が非常に気に入っていて、購入してからほぼ毎日使っています。カバーは Apple 純正のスマートフォリオを使っています。iPad mini 6を持って外出する際に必ずセットで持っていくのが、この MOBO キーボード2というワイヤレス折りたたみキーボードです。持ち運びしやすいコンパクトなキーボードってほとんどが US 配列なんですけど、これは貴重な日本語配列なんです。打鍵感も折りたたみキーボードとは思えないほどいいですし、外観も白とシルバーのカラーリングで気に入っていて、今年買って良かったものランキング上位に入ってくること間違いなしだと思います。Xbox のコントローラーは PC で FIFA というサッカーのゲームをするときに使っています。モニターは Dell の 4K32 インチのものを使っています。以前は Dell の 4K27 インチのものを使っていたんですが、このデスクの後ろにソファーを設置してからそこに座ってモニターで動画を見る機会が増えて、27インチだとちょっと小さく感じたのでワンサイズ大きい32インチに変えました。もちろんですね、もっと大きい方がソファーから見やすいっていうことは間違いないんですけれども、椅子に座って作業するときにはこれ以上大きいと画面全体が視界に入らず逆に作業しづらいので、32インチがちょうどバランスの取れるサイズなんじゃないかなというふうに思ってます。
このモニターの推しポイントを2つ紹介したいと思います。1つ目のポイントは USB Type-C での接続に対応していることです。 MacBook のように USB Type-C に対応したデバイスとつなげば画面出力と電源供給を同時に行うことができます。さらに USB-A ポートを複数内蔵しているので USB ハブとしても機能します。デスクトップ PC とは HDMI で接続していますが、会社のノート PC を使って家でリモートワークをする際は USB-C で接続をしています。2つ目のポイントはデザインです。4辺全てがフレームレスで、さらにロゴがないので非常にスタイリッシュで洗練された印象になっています。白で統一しているデスク周りに黒いフレームがあると非常に目立つので、4辺フレームレスは個人的に外せない要件でした。このモニターの唯一の不満点としてはスピーカーを内蔵していないことですね。それを除けば機能性と見た目を両立した家庭用としては最高クラスのモニターだと思います。このモニターはエルゴトロンの MXV というモニターアームに固定をしています。以前はエルゴトロンのモニターアームの中でも定番の LX というモデルを使っていましたが、この MXV のスタイリッシュなデザインとアルミニウムの質感に惹かれて買い替えました。それとですね、モニターアームのマウント部分にはマグネットを利用してバーライトを固定しています。ちなみに夜の雰囲気はこんな感じです。スピーカーはオーディオエンジンの A2 プラスです。USB ケーブルで PC と接続していますが、Bluetooth でスマホやタブレットとワイヤレスで接続することもできます。ブックシェルフ型スピーカーとしてはコンパクトな方で、デスクの上に置いても目立ちすぎない絶妙なサイズ感だと思います。音質については低音から高音までしっかり出ていると感じます。ただ結構指向性が強いので、スピーカーの向きと自分が聞く位置によって結構聞こえ方が変わってきます。デスクの上に置くのであればスピーカースタンドを使うのがおすすめです。オーディオエンジン純正の黒いスタンドもあるんですが、僕はデスク周りを白で統一しているので、関東というメーカーの S2 という白いスタンドを購入しました。ヘッドホンはアーカーゲイの K701 です。普段はマグネットフックを使ってデスクの横に吊り下げて収納しています。開放型という方式を採用していて、聞き疲れしにくく、さらに軽くて体への負担が少ないので、家で長時間使うのにおすすめです。このヘッドホンについては以前投稿した動画でより詳しく紹介していますので、気になった方は概要欄からぜひご覧ください。このヘッドホンは iFi オーディオの Nano IDSD という USB DAC 内蔵ヘッドホンアンプにつないでいて、その Nano IDSD は USB ケーブルで PC とつながっています。USB DAC 内蔵ヘッドホンアンプを使うことでより高音質で音が聞けるようになるはずなんですが、これ約9年前に発売されたものを最近中古で購入したので、そのせいか正直言ってですね、音質の向上は感じられませんでした。ただ見た目がかっこいいですし、ボリュームの調整がしやすいというのもあって引き続き使っています。続いてこちらは Alexa を内蔵した Amazon の Echo Show 5というスマートスピーカーです。この Echo Show 5に呼びかけることで、リビングや寝室にあるエアコンやライトを操作できるようにしてあります。またこの部屋には時計がないので時計代わりにもなっています。キーボードはロジクールの MX キーズミニです。機能性はフラッグシップ機なだけあって申し分ないですね。ロジクールが日本で展開しているキーボードは基本的に日本語配列なのがありがたいです。色はグラファイト、ペールグレー、ローズの3色展開で、僕のはペールグレーです。接続方法としては Bluetooth とロジクール独自の無線規格ロジボルトに対応していて、最大3台までペアリングができます。 PC とはロジボルトで接続して、 iPad mini 6とは Bluetooth で接続しています。ワンタッチで接続先のデバイスを切り替えることができるので、複数のデバイスを持っている方には便利な機能ですね。マウスはロジクールの MX Master 3S です。昨日届いたばかりなんですが、早速紹介したいと思います。色はグラファイトとペールグレーの2色展開で、僕はペールグレーを購入しました。 MX キーズミニと同じカラーリングなので統一感が出せますね。一昨日まではロジクールの MX Master 2S という MX Master 3S の2世代前のマウスを使ってたんですけれども、長年使ってきたこともあって電池持ちが非常に悪くなってきたので、新モデルに買い替えることにしました。正直なところデザインや配色は個人的には 2S の方が好みなんですが、機能性の面では全てにおいて 3S の方が明らかに上だと思います。MX Master 3S の一つ前のモデル MX Master 3からすでに変更されていたところではあるんですが、親指で操作するホイールやボタンがかなり操作しやすいです。あと 2S は充電端子がマイクロ USB でしたが、 3S は USB-C なので iPad やキーボードなど他のデバイスと統一することができました。また 3S は静音性が大幅に強化されたとのことで、確かにカチカチっていうクリック音がほとんどしないです。
MX キーズミニと同様にロジボルトで PC と無線接続できますし、ロジクールのフラッグシップ機なだけあってとにかく完成度が高いので MX キーズミニとともに長く活躍してくれると思います。あと細かいところなんですけど、 SD カードリーダーとメジャーは頻繁に使うのですぐ取れるようにディスクの骨組みにマグネットでくっつけてあります。最後に配線の方法を紹介します。デスクを真正面から見てもらったら分かる通り、可能な限りケーブルが見えないように配線をしています。まず最初に種明かしをしてしまおうと思います。配線のほとんどはデスクの裏にマグネットか溶性テープで固定しています。もちろんですね、何も考えずにただ天板の裏にケーブルをテープで固定しているわけではないです。このデスクの構造を生かしてより配線が見えないように工夫をしています。順を追って説明したいと思います。まず大元の電源はデスクの右側、 PC の後ろにある壁のコンセントから持ってきています。2つのうち1つは PC のコンセントで、もう1つは電源タップのコンセントです。そして電源タップは天板の裏に骨組みがあるんですが、その溝にすっぽり収まる形で固定をしています。デスクの骨組みがスチール製なのを利用してマグネット付きの電源タップをくっつけているんですが、強度的には全く問題ないですね。 PC 以外のデバイスはこの電源タップから電源を持ってきています。この電源タップは抜け止め式なので、下から重めの充電器などを挿しても落ちる心配はありません。電源タップに挿したケーブルはデスクの裏に溶性テープを使って固定しています。デスクを横切るように配線しているスピーカーのケーブルは天板の裏に両面テープでケーブルモールを設置してそこに通しています。デスク裏の配線はデスクの骨組みの壁側に寄せています。骨組みの厚みが配線を隠してくれるので、正面からは配線がほとんど見えなくなります。電源タップのケーブルや PC につながるケーブルはデスクの足に沿って配線することで目立たなくしています。電源タップのケーブルは溶性テープで完全にデスクの足に固定していて、その他のケーブルは 3M のコマンドフックに両面テープで100均のマグネットを貼り付けた手作りのマグネット式ケーブルホルダーに通しています。溶性テープで完全に固定するよりもマグネット式ケーブルホルダーを使った方が後から柔軟に位置を変更できるので使い分けが大切ですね。ガジェット類を充電するためのライトニングケーブルと USB-C ケーブルも同様にマグネット式ケーブルホルダーに通して配線してデスクの右手前の足に固定してあります。使うときはケーブルホルダーから取り外します。この動作がちょっと面倒なので何かいい解決策がないか模索中です。ちなみに長さの余ったケーブルは PC の後ろでぐるぐる巻きにして結束バンドで束ねたり、デスクの骨組みの溝の中で束ねたのを溶性テープで支えたりしています。溶性テープや両面テープを遠慮なく貼れるのはこのデスクが安いからですね。8990円なので遠慮なくベタベタ貼れます。配線を隠せるデスクを探している方がいましたら IKEA のトロッテンシリーズのデスクですね。サイズもいくつかありますのでぜひ検討してみるといいんじゃないかなと思います。この動画を一通り撮った後で配線のためにかかった費用をデスク本体の金額も込みで計算してみたんですけれども、デスクが8990円、マグネット付きの抜け止め式電源タップが1900円、養生テープが300円、結束バンドが110円、あと手作りのマグネット式ケーブルホルダーを作るときに使った 3M のコマンドフックが330円、マグネットが220円、合計11,850円でパッと見ケーブルどこ行ったっていうレベルのデスク周りを作ることができました。この動画の中で紹介したものは概要欄にリンクを貼っておきますので、気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は約1年ぶりにデスクツアーをやってみました。僕が使っているアイテムとか配線方法とか少しでも参考になったら幸いです。また1年後くらいにいろいろ変わっていると思うのでデスクツアーはやろうかなと思ってます。こんな感じでガジェットのこととか暮らしに関することとか今後も発信していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。はるしかでした。